この番組バンジー中毒では一度は空を飛んでみたいあなたへバンジージャンプの魅力をご紹介していきます。パーソナリティは移動式 VR アトラクションどこでもバンジー VR をプロデュースしていて50回以上バンジージャンプを経験している私野々村と、そして20年来の友人であるマッツァンとの2人でお送りします。今回第52回目の配信ではとうとうオープン、大阪に新しくできるバンジージャンプ場についてお話しします。また重力体験アトラクション施設の最近の動向についても話が広がっていきますよ。はい。ではですね、本日のトークテーマに移りたいと思います。はい。トークテーマは3月17日にオープンするダムパークいばきたについてです。はいはい。ね、ダムパークいばきた。ついにオープンするのか。うん。まあ、オープン、ダムパークいばきたはするけど、バンジーはまだわかんないけど、そうね、今日がまだね、2月末やからね、今日現在、バンジーの予約はできへんけど、3月17日にダムパークいばきたっていう公園自体はオープンするっていうのが出てる。はい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 。いや、これはだからバンジー中毒の、2回目か3回目ぐらいに、去年からやり始めたから、1年後にできるよと、言い続けて、ついに。そう。もともと2024年オープンっていう話だったのが、遅れてって感じ。まあいろいろね、あったと思いますと。まあね。それは知らんけど。本当に。まずダムパークいばきたってどんなところかっていうところからいこうか。ね。なんか、どっちから紹介したらいいんやろうね。いや、ののさんがざっくり言ってもらってもいいし、俺が言ってもいいけど。そうね。まず大阪府の茨木市っていう町がありますと。はい。京都線って言って大阪と京都をつないでる JR とか阪急とかにそれぞれ茨木市っていうね、茨城の駅があって、そこから車で15分ぐらいで行ける、相川ダムっていうダムが整備されますと。はい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 。で、ダムの周辺に、憩いの場所とかっていう公共性を持たす意味で、ダムパークいばきた、茨城の北やからかな。いばきたがオープンして、でそこの中に、今、埼玉の秩父でやってる、ジオグラビティパークっていう、バンジージャンプとかブリッジスイングとか、キャニオンウォークとか、いろいろとアトラクションが楽しめるっていうのを運営してる、ジオグラビティパークっていう会社さんが、グラビテート大阪っていう重力体験、施設っていう風に、ダムパークいばきたの中に作って、で、その中のコンテンツの一つとして、これから、バンジーもできると。吊り橋が、どこから飛ぶかでいうと、ダムを横断するような形で、日本で一番長い人が渡る歩行者専用の吊り橋、すごいができると。420メートルの長さ。名前はゴーダブリッジ。ゴーダブリッジ。ゴーダブリッジ。ゴーダ建設っていう建設会社が、ここの橋のネーミングライツを買って、で、ゴーダブリッジっていう風に命名したという。なるほど。ののさんが買ってたらののさんブリッジ。ほんまやね。ののさんの会社に買ってたのかな。ほんまやね。ののブリッジ、ののさんブリッジ。いくらするのかめっちゃ気になるね。するんじゃない？するよね。年間何百万とか1000万超えたりとかもするかもね。話題性的にも高いやろうし。けど、来た人は絶対その名前を覚えてくれるよね。ゴーダね。ゴーダって会社は絶対覚えるからなんかすごい、なんでゴーダって言うんやろうってまずなるんだよ。なるよね。今なんか我々さ、関西離れてるけど、ごめん、さっきゴーダ建設って言ったけど、ゴーダ株式会社さんが、なんか太陽光の、なんかそのテレビ CM とかをやってるらしくて、なんか関西ではお馴染みになっているらしい。だからゴーダがあってなるんかもしれへん。ならんよ。
で、ゴーダブリッジは、まあ、ダムの上をかかってる橋なんやけども、そこの、ダムの湖面までの高さが55メートルで、はいはいはい。バンジージャンプはそのシチュエーションで飛び込んでいくと。おー、なるほどね。まあ、バンジーファンとしては、ここが、腰にハーネスつけるフリースタイルなのか、足首にハーネスつけるアンクルハーネスなのか、どっちかなっていうのは気になるけど。確かにね。まあでも、埼玉の秩父はアンクルハーネスで飛ぶところやから、まあ間違えた。埼玉の秩父は腰につけるフリースタイルだから、まあ、ランニングジャンプとか、なんか宙返りジャンプとか、そういうのが楽しめるようになるのかな、みたいな。なるほど、なるほど。感じで想像しますと。はい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 。で、あと、ジオグラビティパークさんは、バンジーだけじゃなくて、他のアトラクションが、まあ、盛り込まれるっていうのが、ちょっと特徴だと思うんですけども、このダムパーク岩北のグラビテート大阪でも、なんか、いわゆる、本当に、もう、板と板との間がスカスカのところを渡っていくっていう、そういう高所ウォークアトラクションもあるらしいし、怖いね。バンジークライムって書いてる。ブリッジクライムか。あ、それはね、また違う。僕今言ったのはブリッジウォーク。そう、ブリッジウォーク。そう。なんかスケスケの板と板との間を歩いていくブリッジウォークっていうのは、まあ、ありますと。これ秩父でもあるんだけども。で、あと秩父でもある同じので言うと、巨大ブランコみたいなブリッジスイングっていうのがここでもありますと。はい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 。で、もう一つ新しいなって思うのは、ブリッジクライムというのがありますと。で、これ面白いなって思うのがさ、この420メートルの遊歩道的なその吊り橋の、なんか吊り橋と陸とを支える、なんかその橋ってなんかその、要所要所でさ、なんかなんていうの橋梁っていうんかな、橋梁とは言わないか。なんかその、ゲートみたいな、橋のゲートってあるじゃないですか。このゲートに、なんかその、多分登っていくのがブリッジクライムなんだろうなっていう感じで、高さ60メートルの、その、吊り橋のゲートを登っていくアトラクションっていうのもあると。なるほど。すごいな。面白そう。いやー、俺は絶対やってみたくないけど。それ、この橋梁を登る系と思うけどな。多分ね、マッツァンはね、ブリッジスイングやったらいいんちゃうかな。スイングならできる。そう、秩父でやってるスタイル、基本的には、椅子に座って、で、足が宙に浮いて、じゃあカウントダウンでいきますよーで、接続が離されて、ヒューンと落ちてく。まあ、ある種、受け身でも体験ができるものやから。はい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 。そう。マッツァンはブリッジスイング。なるほどね。いやー、けど、まあ、全部ちょっとまだ、これ、本当に、オープンしてみないとわからないけど、あるかどうかわからんけど、ブリッジウォークっていうのが、そのスケスケの道を歩いていくやつ、スカスカの道。で、ブリッジスイングがさっきの巨大ブランコ、で、ブリッジクライムが、メインタワーまでこう登っていく、階段ハーネスつけて登っていくやつ、で、ブリッジバンジーと。ここまでやったらすごいけどね、本当に。おもろそうよね。めちゃめちゃアドベンチャーよね。高いところっていう意味ではね、完全に。関西圏のそのアクティビティ好きがすごいもう集まりそうやけど。そうね、アクセスがいいっていうのが本当ポイントやと思いますわ。はい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 。僕もさ、今でこそ奈良でバンジーがあるわけやけど、学生時代バンジージャンプやってみたいけど、関西だったらどこでやればいいのっていう感覚がすごくあってさ。はい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 。で、今ある奈良の海運バンジーよりも、ね、梅北とかね、都市部でね、界隈で過ごしてる人にとっては、茨城の方がアクセスしやすいと思うんです。確かに。そう。僕前さ、このダムパーク茨北全然オープンする前の工事中の様子見てきたことあるんですけど。すごいな。これね、確かね、この番組で話した気がする。ああ、そう。そう。ほんでね、その時にいいなって思った、おすすめしたいことが、茨城の、
JR とか阪急の駅の近くに、タイムズのレンタカー、カーシェア、カーシェアがあるんですよ。レンタカーってちょっと手続きめんどくさいじゃないですか。ここのぐらいだったら、もうカーシェアでピュッと行った方が、いいんじゃないかなっていうおすすめです。なるほどね。アクセスは、バスと、公共交通バスのバスが茨城から出てるとか、シャトルバスが出てるとかも書いてたと思うけどね。あれなんか確かにね、大阪から1時間か。そうだね、そうだね。茨城の駅からは割と近かった。茨城の駅からシャトルバスか、もしくは普通のバスで行きますみたいなとこで。大阪から茨城、京都から茨城みたいなところは、阪急でね、20分か30分ぐらいかな。それぐらいやね。そうね。なるほどね。いや、でもなんか、いいな。なんかバンジーはそうなんだけど、ブリッジクライム、なんか橋のさ、ゲートみたいになってるやつ、例えばベイブリッジやったらさ、横浜の、大きいアルファベット H のなんかマークのさ、ゲートがトン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 だったり、レインボーブリッジもさ、H とはなってないけど、なんかゲートがポン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 ってあるのが象徴的だったりするじゃないですか。そういうこと東京ゲートブリッジもだし、関西やったら瀬戸大橋とかさ、ああいう橋の、なんていうかわからんけど、ゲート的なところってやっぱ登ってみたいって思ったこと結構あるんですよ、僕。あるんかい。あるんですよ、本当に。なんでや。なんでそんな子になったんや。高いところ好きでして。大人になってから電信柱登って怒られたこともあるぐらいで。なんか、橋で言うと、やっぱり日本の吊り橋みたいなところが、なんか比較があって、教えて。相川ダム今回大阪、ないしは京都のに近い茨城市ってところにあるんだけど、他にも、人気なのが三島スカイウォーク。静岡の三島ね。160万人年間来るぐらいの数だったりとか、あと、もみじ谷大橋。これは、栃木県。はい。もみじ谷の吊り橋。そう、大吊り橋っていうのか。で、これで年間80万件ぐらい、集客があるって書いてるね。で、あとは竜神大吊り橋とかも、やっぱり、茨城県だったりとかして、今言ったところけど、やっぱり、都市からは離れてるっていうところあって、そこは、車じゃないと、車でわざわざ行かないと、行けないみたいな、観光地って感じになってるから、それに比べると、比較的都市からのアクセスは、相川ダムは良いと思うね。いや、でもさ、なんか、そう考えたら、ここの、なんか、竜神大吊り橋でやってるバンジージャパンさんと、グラビテート大阪さんが競合の会社の立ち位置になると思うねんけど、なんか竜神大吊り橋の竜神バンジーって、なんかバンジージャンプ界の中でもブランディングがなんか成功してる場所っていうイメージがちょっとあって。というと、これはまだバンジージャンプ場が全国にそんなにたくさんない時に、できて、数が少なかったっていう背景もあんねんけどさ、100メートルバンジーが日本に登場とか、なんか、そう、名前もなんか竜神バンジーとかっていうこととか、かっこいいね。そう、あと成人のね、日に合わせて、新成人が飛ぶとかっていうのがニュースになったりとか、なんかね、やっぱりバンジージャンプの話とかする中で、僕、茨城のあそこやりましたとか、竜神やりましたとか、結構なんか、バンジージャンプ飛ぶなら竜神みたいなのが、一定期間あったと思うんですよ。今で言うと高さで言うとね、215メートルの岐阜バンジーの方が高いけど、やっぱりなんか、竜神バンジーの方が、日本で一番高いバンジージャンプっていう風になってた時期も長いし、なんか老舗感というべきなのか、ブランド感っていうべきなのか、わかんないけど、そういうのがね、このグラビテート大阪のね、ゴーダブリッジのね、この
ブリッジバンジーで、どういう風に育っていくのかっていうのは見ものなんちゃうかなって思ったかな。なるほどね。タイガーダムの。まあ、関西で一度はバンジー飛んでみたいっていう人は割とこぞっていくとは思うからさ、自然発生的になんかもう関西といえばここみたいになってしまうのかもしれんねんけど。まあ、そんだけど、あれじゃない？意識しないんじゃないやっぱ。まあ、それは近いところで飛んだっていうところで、バンジージャンプ飛んだっていうところだけであって、まあ、どこどこのところが一番初めだったみたいなところも、そんな刻まれるんかな。いいか。まあ、多くの人は、何回も飛んでる人は多分あると思うけどね。そういうことやね。まあ、バンジージャンプ好きにとって、どういうバンジージャンプ場になっていくのかなっていうところが、まあ、気になりますよっていうことを言っただけか。そういう視点。まあ、一般の人からすると、まあ、ボーリング初めてやった場所とかどこも覚えてへんし、みたいな。どこのボーリング場とかも覚えてへんし。確かにね。何オン数とか。そうそうそう。エンタメというかね、レジャーやったの、なんか覚えてないけど。いや、けど、なんていうんかな、まあ、空中アクティビティみたいなところを、そうね、どんどんやっぱできていくんやなって最近ちょっと思うな。そうね。ちょっとさ、今回のテーマとずれるかもしらんけどさ、沖縄のジャングリラの話していい？ああ、いいよいいよ。USJ V 字回復させた、イマーシブフォートとか作ってる株式会社カタナさんが、沖縄で作ってる大自然アトラクションのジャングリラ。ジャングリラごめん、どっちか忘れたけど、ちょっと前にこのポッドキャストで、まあ横向きに引っ張られてパチンコ玉に飛んでくバンジーグライダーみたいなアトラクションできるよって話したと思うねんけど、まああれもなんかちょっとまだ、情報が少なくて、なんか本当にそうなのかっていうふうにちょっとわかんないところはあるねんけど、いわゆるね、紐なしバンジーもできそう。どういうこと？紐なしバンジーってそもそも何って言うと思うねんけど、何っていう話だと思うねんけどさ、なんか。ちょっとね、ジャングリアは今まだできてないよね。そう、今年の夏に今年の夏にできて、で、そこにある、どんなアトラクションって今言った？紐なしバンジーができそう。ヒューマンアローってやつか？ヒューマンアローが僕が前この番組でちょっと紹介した横向きにパチンコ玉のように飛ばされる、新しい、日本初上陸のバンジーアトラクション。そう。こっち行けよと思うけど。バンジーグライダーの方。で、バンジーグライダーがそうだと思ったんだけど、バンジーグライダーがもしかしてキャニオンスイングみたいな感じなのかなってちょっと今、想像してて、ちょっとね、情報が少なくて、まだわからない状態。で、プラスアルファ、このジャングリアのホームページにね、グラビティドロップっていう、アトラクションがあるんですよ。これね、ハーネスとか何にもつけず、ただ落ちてください。のはず。でも宙吊りって書いてるから宙吊りはされるんかな。体丸ごと。確かに。いや、これ約高さ20メートルから、宙吊りにされたらもう抵抗する余地はない。突然フックが外され、大絶叫とともに真っ逆さま。視界いっぱいに広がるのは、どこまでも続く南国の青い空だけって書いてて、丸ごと自由落下するような。そうなんです。でね、なんか、よくさ、紐なしバンジーってさ、自殺を言い換えた言葉としてさ、使われるじゃないですか。お前みたいなやつは紐なしバンジーでもしとけみたいな感じで。よく言うじゃないですか。よく言わんわ。何をなんか、お前面白いから吉本行けみたいな。そう。ほんで、とはいえ、紐なしバンジーっていうのが、ちゃんとしてね、一応アトラクションとして成立しているんですよ。例えばね、今、ビアコバレーっていう、アトラクション施設がありますと。ビアコバレーで昔あったアトラクションとして、実はね、バンジージャンプと紐なしバンジーが挙げられるんですよ。バンジージャンプと紐なしバンジー。そう。昔このビアコバレーっていうところで、遊園地型のね、バンジージャンプもできたし、
プラスアルファ、紐なしバンジーもできましたと。で、紐なしバンジーって何かっていうのが、体がね、仰向きになって、スタンバイさせられるんです。で、そのまま下にネットが引かれてて、ネット引かれてるところに、体が仰向きのまま、真っ逆さまにっていうか、そのまま落ちてくっていう。へー。そう。うつ伏せだったら、両手足が、グイーンってちょっと反対側に沿ってしまうから多分危ないねんけど、自分が仰向きになってネットに落ちてくんだったら全然体丸まればいいわけだから安全は保たれますよねっていう、多分そういうロジックで、体をそのまま後ろ向きに地面の方に落としていって、ネットなりトランポリンなりにボスってなるっていうのが、実は日本にも過去あったし、海外にも、具体的にどこかは説明できへんけど、あるっていうのがあってですね。そうなんや。そう。それが沖縄のジャングリアにできる。ほんまやな。ほんまやな。そういう意味。いや、すごいね。だからさっき松さんがこれなんで話したかと、最近交渉なんか体験のものが増えてるなみたいなことを言ったけど、なんか世の中そういう風に動いてるんじゃないでしょうかって思うっていう話ですね。ジャングリア、ジャングリアはもう、なんかテレビ、ニュースとかでもすごい話題やし、沖縄の活性化みたいなところで、すごい注目されてて、でそこでね、やっぱ空中アトラクション、こんだけあったら、いや、やる人増えるよね。増えるよね。人口増えるよね。これはやっぱお商売につながるじゃないですか。これはやっぱそういうね、体験もっとしたいと。中毒者増えるんじゃないですか。沖縄にバンジー求める声も大きいしね。もうさね、沖縄のなんか、イベントで、どこでもバンジー。そうそう、どこでもバンジー2年連続行かせていただいたりとかもあって、大盛況だったりするし、あとバンジージャパンさんがね、以前石垣島でね、2日間限定のバンジージャンプ体験イベントやってたりとかもするしね。あと、沖縄に泣き人っていうところがあって、バンジージャパンさんじゃないけど、そこの観光協会の人が、なんとかバンジージャンプ作れないかっていうことを模索してた時期もある。ですよ。ネットの、情報。ネットの情報。そう。ツイッターとか出だしの時になんか触ってたら、沖縄にこんな人いるんやって。めっちゃ詳しいな。目にしたことがある。そう。いやー、これはけど、どうなんだろうな。そう、増えてるっていうか、インバウンドも大きいと思うけどね。なんか、日本のブランドと、で、安心安全みたいなとこやっぱあるんかな、インバウンド。なるほどね。確かにね。だから、日本でだったら体験してみようと思う人が、ね、インバウンドいないと、日本、基本的にその少子高齢化だから、子供もそういう年齢制限できないし、高齢者も、人も、あんまりその保守的やと思うから、なんか若者がこういうのやるイメージやから、なんか、それで増やしてるっていうのはやっぱり、賞賛があるアトラクションってとこで、考えるとやっぱインバウンドなんかな。でも5年前ぐらいの、なんか、三井住友グループのなんかその若者の消費動向リサーチの中で、やっぱりその若者は物より物よりことにお金を出すと。でその中でもこんなに割合がエクストリーム体験にお金を出したいと思ってるみたいなことが、一応データ化されてたんですよ。だから、その街づくりとかの観点で、より今後も伸びていくためには、まず今の若者を捕まえないといけない。そのためにはエクストリーム体験だみたいなのはやっぱあるんちゃうんですかね。強引やな。強引に持ってきたけど、いや、いいと思う。いいっちゅうか、なんか、そうかと思うけど、なるほど。ジャングリアは、ちなみに7月25日グラウンドオープンと書いてますと。Google カレンダー登録しとこう。ねえ、これは、すごい。しかもジャングリアスパもあるし。それからジャングリア特集したいよね。ジャングリア特集したいね。僕多分、3月の最終週に関西出張があるんで、その時バンジーオープンしてようとしてなかろうと、見てこようかなという感じではあります。
空中アトラクション番組にしていこうか、これ。ネタも大変やしって。野々村哲也の空中アトラクション。その辺全部、だから、含めようぜ。そうやなグラビティドロップとか、はいはい。あれも、重力系ということで。重力系も紹介 OK にすると。違うんですね。わからへん。はい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 。まあ、けど、バンジーグライダーとか、ヒューマンアローとか、若干違うかもしれんけど、まあ、なんかしらこういうのを体験したいと思う人は、増えるだろうと。はい。じゃあ、とにかく、3月に、まあ、もし行けたら、ちょっと体験できるかもしれないというところで、はい。今年絶対飛びたいと思っております。バンジージャンプファンの方もぜひ行ってみてください。はい、行ってらっしゃい。はい。では、以上になります。はい。ここまで聞いていただいてありがとうございました。ありがとうございました。それでは、次週もよろしくお願いします。お願いします。